韓国ソウル地下鉄チョンの三賀駅。着いた着いた。釜山出張から戻ってきてまず来るところはマイホームタウン。さて今日行くところはこっち。釜山出張編をご覧になってない方はぜひご覧ください。そんな宣伝もしながらチョンノの街をコチュワサビが今日も行く。歩き慣れた道を進む。クーラーボックスが2段。なんやこれ、釣りの帰りかな。あ、向こうの方には3段クーラーボックスで、手前のこのポリタンク、もしかして場所取り？ああ、これでわかった。これポジャンマ茶やな。もうそろそろ時間的にも準備が始まるんか。寂しいかな。ポジャンマ茶もだいぶ少なくなった。よし、こっちやこっち。ああ、そうか。ギターやら、あれはサックスかな。楽器類がたくさん見える。そう、目の前は納言楽器商店街。建物の中には数多くの楽器屋さんが並んでる。名前通り楽園よね。って言っても俺楽器できひんけどね。ギター持ってるけど弾かれへんねん。そのすぐ横の路地には食べ物屋さんが見え始める。さっきの店はお刺身屋さんやったけど、なんかこの辺海産物のお店多いんよね。ほら、うなぎ屋さんで、この通りには何軒か並んでるアグチンのお店。そんなところに今日のお店はある。着いた。早くもう腰た이 음식은 진짜 가끔씩 먹고 싶어져요。今日のお店はヨジンコ。ヨギがちんちゃこっちゃいだの略らしい。看板読みたらなんかカラオケっぽいな。ですぐ横にはまた違う看板、ヨジンコプチョロン。確かにチョムチョロン最近全然飲んでんな。まあ久々のソウルやから今日はあれ飲まなあかんやろなんて思いながら入店です。こちらのメニュー、上からハヌコプチャンチョンゴル、プデチョンゴル、両方合わさったハヌコプチャンプデチョンゴル。すべて2人前、3人前、4人前と分かれてる。もう1枚あるハヌのホルモンの焼きメニュー。盛り合わせやったりミノ、てっちゃん、ギアラなどが書かれてる。じゃあそろそろ注文していくで。한우 곱창전골을 2인분 주시고요. 네. 그리고 진로 하나. 집을 하나. 예. 机の上のコンロが俺を誘ってくる。さあ急いで食べる準備をしていこう。店の壁にはいろんな絵が描かれてる。えらい酒盛りしてるやん。これボッサム食べてる？なんやろこれ。ここにもなんか書いてる。嫌がらせ、タメ口禁止って書かれてる。カスハラやな。わわわわわ、えらい怒ってるわ。そりゃ普段俺店員さんにタメ口なんか使わんけど、さっきタメ口で言わんでよかった。セーフ。キュービのキツネちゃんとガマちゃんが見つめる前で用意してくださった基本のおかずはボックンキムチ、練り物が入ったトッポキ、角的、生レバーと生千枚、マカロニサラダ、ソースにお塩が入ったごま油。そして来た、久々のガマちゃん。挨拶なしでぐる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 。冬の澄み切った青い空に導かれていくぜローリング。それはちょっと見方変えたら手に召されてるってことやな。久々のチョンノの街でガマちゃんと手をつないで歩いていくぜ。お、そんな目の前に俺を見てるよね、完全に。分かった分かった、お前もついてこい。みんなで大合唱や。本日1杯目。なんか落とした音とちょうどかぶってまう。いてつくて触れずに眺む弦の音。ありがとうございます。まずはこれやろ。生レバー。そいつをちょこんと黄金の海で泳がせる。黄金の雫が垂れる前に口に入れる。もう日本では食べられへんから、そんなこと考えたら余計にうまい。チロ、まだけえへんよね。次は生千枚。ほぼ全部黄金の海に降り立つ。すぐ帰還先は口の中へ。生ならではの食感がええよな。生レバーとともに気をつけて食べなあかんのは確かやねんけど、これ食べてまうとやっぱりあいつが呼ばれる。
香ばしいごま油の香りが残る中、ぐぐっと一杯。気合が入ったらこいつも出てくる。よしよし、これでやろう。少ししたらこうなんねん。早く食べたい。そんなに舐め回してみても早くはならん。そんな時なんか入れてくれてる。孫次デカデカと3切れ。撮影してる姿を見てた社長がサービスでくれた。いや、正直言うと俺孫次食べたかってん。社長にテレパシーが届いた瞬間、感じにスープも湧き上がる。舌が出てる理由はただ一つ、匂いがからや。スープをお玉ですくい、お玉からの愛情 100%。 魔法使いのタクトのように振りかざす。上に乗っかってたチャドルパギ、ちょっとこれで様子見てみよう。見た感じは感じに色も変わってるやないの。フーフーをしてそのままパクリ。チャドルパギの肉肉しい香ばしさが鼻を抜ける。よし、もう食べれるの前に気になってたこのスープ。熱いのは分かってるけど震えながら飲む。足の先まで一気にエネルギー充填。もうここからはランダムでホルモン系も混ぜながら取っていく。押し殺していた笑顔もこぼれる。最後にこの薄く切られたミノも入れてある。大体代表選手は出揃った。一気に口の中に入れたいねんけど、これなかなかつかまれへんのよ。ちょっと縦長やけど感じに持ち上がった。そのままの勢いで一口、二口、三口。ジャングルの奥地に迷い込み、絡み合うオールスターの旨みにもう抜け出せなくなっていた。コクのあるスープをしっかり吸ったこのホルモンたち。噛むたびにその歯ごたえの中からジュワッと出てくる。臭みも全くないで、体の中から温まる感じ。大量に入ってたエゴマの葉っぱ、こちらもしなってスープをふんだんに吸っている。コプチャンチョンゴルには欠かせない脇役。これ2人前やねんけど結構な量の具たちが入ってる。えのきだけにもやし、下にはまだまだごっそりホルモン。次はお皿に寝かしていく。もちろんスープも忘れずに。熱々の飴を浴びるがいい。コプチャンチョンゴルはほんまに定期的に食べたくなる。なんでか、何も考えずにずっとお箸が動くからや。えのきも独特の食感で楽しませてくれる。箸は上下に動くのみ。お皿も勾配をつけ、スープも一直線に胃の中に落ちる。あかん、止まらん。こいつも鍋に向かって飛び込み出す。こういうスープ料理には合わんはずがないからね。ぐぐっといっぱい。水分入れたらまた水分。ほんまに韓国はスープで酒飲んだりするから、それが体現できんのよ。待ってました。サービスでいただいた孫次。バカ野郎、それだけじゃ足んねえぜ。ということでもう一切れお皿にお引っ越し。俺韓国来た当初はこの孫次食われへんかったんよ。チーやからさ。でも今はパクッといってしまう。孫次うまっ。俺も全く臭みないし、プルンプルンしてる。牛を飲み込む勢いでパクリ。これサービスでもらったからうまい言うてんのちゃうからね。これ入れた方が絶対ええわ。続いてお箸が向かった先はトッポキ。落ちそうやったからすぐ入れる。おかずでトッポキ出してくれたらちょっと嬉しいよね。なんやこれ、ラーメンや。メニューにも書いてあってんけど、チョンゴル頼むと1個くれる。おっとぎではないのにおっとぎ。自然に出てもうたからしゃあないよね。ただこれちょっと後でにしようか。次はこの出していただいたソースを使いたい。鍋の中からホルモンたちだけを探し、ソースに移していく。下にはまだまだ埋まってる。こいつも持っていかなあかんよね。何してんねん、戻してどないすんねん。危な。俺の夢が壊れるとこやったやないか。そんな夢を頬張る。はは、なるほど。それええわ。ソース自体もそこまで濃くなく、唐辛子も入ってんねんけど、心地いい感じの青々しさだけが残る。俺もよう合うわ。となったら大量救出。お皿に移し、まずはそのまま。ちょっと味変したいかななんて時にこれにつける。また止まらん。間間にマカロニサラダ。ここのお店出してくれるおかず全部結構手込んでるよね。まあ俺は手が動いてるだけやけど、横の豚とほぼ同じような顔してへん。そんなくだらんことしか言うてへん俺は豆腐をつかむ。
この鍋の中にはほんまにたくさんの具材が入ってる。まさにオールスターなんや。お豆腐をハフハフしてると、向こうの方から社長さんが「あ、カムサハムニダ。なんやこれ、唐辛子追加でくれた。俺があまりにもさっきこれホルモンとよう合うわ言うてたから持ってきてくれはったんかな。これだけ食べるとこういう顔になる。さっぱりしてええ感じ。あ、ホルモンだけを探して旅に出る。まだまだ。そして今出してくださったソースというより唐辛子、だいぶ落ちてる気はするけど口の中に入ってしまえば一緒。ここの唐辛子ほんまに辛くないから食べやすいんよ。正直今日食べることに夢中になりすぎてる。グラスを持ち上げると出た。やはり本能は理性よりも前面に出る。えらい嬉しそうやな。スープ飲むふりしてホルモンもちゃっかり入れる現金な俺。つるっともやしもがっつりお口の中へ。このもやしの食感が脳を響かせてると、ちょっと待って、今度は何？社長がランチタイムでちょっと残ったからこれもどうぞやって。もうすごい気使ってくれても申し訳ないわ。食べるけどお箸を入れると、俺半熟好きやのに、いやーもう申し訳ないわ。食べるけどこれはもうスプーンでがっつりいかなあかんわ。黄身のかかるご飯をパークリ、ノンストップでスープ。もうこれは完全に食事。ご飯が出てきたらこれもせんとあかんやろ。そこに溜まってるホルモンたち、そいつを卵と共に寝かせてあげる。ホルモン丼の完成。まんべんなく混ぜてあげ、まずはこれだけで食べていく。大きくパクリ。コプチャンチョンゴルだけでどんだけ姿を変えていくんや。次はこいつも乗せる。もうこうなったら社長の愛スペシャルになってんでこれ。その愛を全身で受け止める。切れない卵は俺に巻かれる運命の糸。じゃあ次はこいつもやろう。上からスープをドボン。これがうまくないはずはないからね。ぼっくんキムチもつかみ、ご飯のお供に。なんだかんだで一瞬でご飯がなくなっていく。お、そやな、分かってる。見つめられると弱い俺。ガマちゃんに促されながらグラスは一気に傾く。ご飯も一気に口に入れ、食事をしたという満足感に一気に包まれる。口もきれいに拭いてキュキュッとしてるとき、目に入る。バカバカ俺のバカ。袋の中からなお満月竜号、審査の証で半径ドレスアップ。ココちゃん郡上で暑さに野良熟してたい。損じろ一息もずい袋にちゃんぎょがよ。湯気のガウンで宙返り、重力無視あのラーメンに視界が흔들려도切れぬ絆を하긴 하며すぐさま格闘技磨くの一戦リピート면바로あらぬすて懐かしのガマちゃんクラスに둘이 운추억胸の손수건 한순간에駆け抜け냄비 바닥の宝を훔치면서 우아하게 누구에봐 봉지の罠。恐れ多くも孫平さんのお膝元で全国のど自慢を開催してしまった。残ったホルモンも口に入れ、角的も一かじり。ああ、そういうことか。これか。一人で食べてらっしゃる方も結構おるな思っててん。ランチメニューやけどトゥッペギに入ったヘジャンチョンゴル、ご飯と目玉焼きもセットとか言うてると、鍋の中にはもうほぼ具材はなくなった。これが最後の一口。いやー、それにしても今日はよう食べた。親切な社長さんに感謝です。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。久々のガマちゃんやったけど、その跳躍力は半端やなかった。だから最後の一滴まで。定期的に食べたくなるコプチャンチョンゴル。俺も跳躍力を使ってそのスープに飛び込んでいった。
本日最後の一杯。さっきラーメンでだいぶ煮詰まって味は濃くなってるかもしらんけど、まっちゃんごの一口やったらまあええやろ。なんか見たことあるやつおる。あれはおじんおゲームのだるまさんが転んだのやつや。名前4匹って初めて知ったわ。今見てる？あるーん！なんいいゲームへまったよ。チョンの삼가駅にある여기가 진짜 곱창이다と書かれた곱창 천골 곱창 구이のお店。たっぷり入ったホルモンに熱々のスープ。そんな俺は心もポカポカ。いやー大満足や。帰り際気になる看板を発見。オマージュって書いてるやろ。実はこれも略されてる。答えはこちら。おっぱマイク受せよ。さっきのお店とほぼ同じ略し方。てか歌いたいんかい。お店を出てすぐ隣は観光地にもなってるイクソンドン。ここを抜けると外国人観光客がたくさんいる。まあ俺も外国人なんて思いながら今日の食物語はこれでおしまい。잘먹었습니다